私の名前はとしえ、65歳、専業主婦です。不動産業を営む夫と息子2人を長年支えてきました。ですが、夫は3年前に病気を患って他界。それ以来、少々広すぎるマンションで一人暮らしをしています。少しも寂しくないといえば嘘になります。思いつく家事をすべて終えて、ふと我に返った時の虚しさ。張り合いがなくて、私は一体何のためにこうして生きているんだろう、なんて思うこともあります。貯金も不動産も夫はかなり残してくれました。私はきっと一生何もしなくても生活には困りません。親しい友達はいないし、趣味も特になし。たまに料理教室に顔を出すくらいでしょうか。幸い、息子はどちらも結婚しています。孫ができれば気分も変わるかもしれませんが、いつになるやら。父親に似て独立心が強い長男のハルトは、今は奥さんと一緒に韓国に移り住んで IT 関係の会社を経営中。仕事が忙しい上に海外在住だからめったに会えません。次男のユウトは30を過ぎても作家志望のフリーター。今はライティングの仕事で食べているという話ですが、めったに会わないので本当かどうかはわかりません。私は特に次男のユウトが心配でした。私に似て決断力に乏しく、気弱で自分の意見を通せない子だからです。私が経験した今回のトラブルも、そんな次男の頼りない性格が原因の一つだったと言えるでしょう。ある時期を境に、次男のユウトからたびたび安否確認の連絡が来るようになりました。ああ、母さん、調子どう？具合悪かったりしない？いや、だって母さんももう年だろ？俺心配でさ。倒れたら大変だとか、気になりだすと眠れないとか、今更なんだろうと思うような言葉のオンパレード。ついには同居して面倒を見たいと言い出したのです。向こうから一緒に住みたいというなんて意外でした。きっと生活が厳しいから住宅費を浮かしたいのだな。お金目当て。私はついつい勘ぐってしまいました。ユウトの奥さんのアイナさんは確かパート従業員。次男夫婦の稼ぎがそれほど多いとは思えません。でも私が用を去れば遺産はどうせ息子たちのもの。本音はどうであれ、寂しさが紛れるなら別にいいか。私は軽い気持ちで次男夫婦との同居を承諾しました。その後、大いに後悔することになるとも知らずに。私との同居が決まると、ユウトの奥さんアイナさんはそれまで続けていたスーパーでの仕事を辞めました。いいのと思ったけれど、多くは聞きませんでした。自分の稼ぎだけで大丈夫とユウトが言うからです。アイナさん本人も外で働きたいタイプではないようで、辛い仕事からの解放をかなり喜んでいる様子でした。専業主婦になったからには、私と協力、分担して家事に精を出してくれるはず。普通はそう思います。ところが、アイナさんは違いました。ソファーに陣取って韓国ドラマや録画したバラエティ番組を見るだけ。いえ、それだけならまだマシ。彼女は私を顎で使い、まるでこの家の主のように尊大に振る舞うのです。お母さん、そこのゴミ捨てておいてください。目障りなので。あと、コーヒーのおかわりをください。最初にそんな言葉を聞いたとき、私は耳を疑いました。どこの姑が嫁から好き勝手使われると思うでしょう。私の洗濯物は、ユウトのものとは別に洗ってくださいね。まあ、それくらい言わなくてもわかるでしょうけれど。あと、お母さんの料理って味付けが薄すぎません？もう少し濃くした方がユウトは喜びますよ、きっとね。アイナさんも少しは家事をしてくれない？一緒に暮らしているんだから、協力して生活を。いや、私は何もしなくていいと言うから同居を承諾したんですよ。ユウトに聞いてください。それにボケ防止のためにも動いた方がいいですよ。なんという言い草。それに家事をしないという条件で同居を受け入れたなんて、私は全くの初耳でした。何も知らずストレスの種を招き入れてしまった。
今後の生活に不安を覚えずにはいられませんでした。一人で暮らしている間は感じませんでしたが、同居人が増えると家事は途端に辛くなりました。夫と息子たちと私、合わせて4人で生活していた頃の方が負担は多かったのだからきつかったはず。それなのに今の方がはるかに大変なのです。やはり嫁から使われているという意識があるからでしょう。さらに精神的に応えるのが次男夫婦がほんの少しも生活費を出してくれないこと。向こうの出費はゼロ。食費も水道光熱費もすべて私持ち。いくら息子とその嫁でも一銭も出さないなんてありえるでしょうか。一般的にどうなのかはともかく、できれば私は二人に数万円でいいから生活費を入れてほしいのですが、優斗にはっきり生活費を出せと言ってもダメでした。あの子はすっかりアイナさんの言いなりだからです。ごめんな母さん。アイナの許可がないとお金は一銭も出せないんだ。俺もできれば出したいんだけどさ。それにアイナの綺麗な手が荒れるのはかわいそうだし、家事は全面的に母さんにお任せするってことで。私は呆れて物も言えませんでした。なんて身勝手な。実の子という立場に甘える夫とそれを利用する妻。とはいえ、今更同居を解消したいとは言い出せず、私は屈辱と後悔の毎日を送るしかありませんでした。そんなある日のことです。すごく久しぶりに韓国に住んでいる長男のハルトから電話がありました。母さん、元気？あんまり連絡できなくてごめんね。いいのよ。私は大丈夫。そっちこそ元気？みずほさんとは仲良くやれてるの？会社は順調？会社経営も夫婦関係もこれといって問題ないよ。聞けば先頃、社員の身内に不幸があったのだとか。それで私の顔を思い出し、電話したとのことでした。ハルトは自分の目的に一生懸命になりすぎるあまり、周りが見えなくなりがち。本当に主人そっくりです。大学生だった頃も、ハルトからの連絡なんて半年に一度あればいい方で、私はかなり気をもみました。頼りがないのはいい頼り。そんなことわざを思い出しては心の慰めにしていたものです。そんなハルトはとても優しい提案をしてくれました。彼が住む韓国に遊びに来ないかというのです。毎日退屈してるだろう。たまにはどうかと思って。みずほも久しぶりに会いたいって言ってくれてるよ。あらそう？嬉しいわ。なかなか会えないものね。何しろうつうつとした毎日を送っていた私です。気晴らしをしないといけないと思っていました。心と体の健康を取り戻すためにも、私は長男の言葉に甘えて韓国に遊びに行くことにしました。空港まで私を迎えに来てくれた長男夫婦の笑顔はすぐに不安いっぱいの心配顔に変わりました。母さん、なんかすごく痩せてない？本当に大丈夫？お母さん、私が荷物を持ちます。体はどこも異常ないですか？定期検診ちゃんと受けてます？ごめんね、二人とも。心配させちゃったわね。案の定でした。次男夫婦との同居を始めてから、私は精神的負担のせいで激痩せしていたのです。前回、ハルトとみずほさんに会ったのは2年前の正月。当時と比べて体重は10キロくらい落ちたでしょうか。長男夫婦はそんな私の心と体をいたわり、美味しい料理とお酒で大歓迎してくれました。誰かにこんなに慕われたり優しくされたりするのは本当に久しぶり。私はついつい泣いてしまいました。母さん、何かあったのなら俺たちが話を聞くよ。そうですよ、話してください。家族でしょ。ありがとう。ハルトもみずほさんも優しいね。本当にごめんね。二人に心配かけたくはなかったんだけど、もう隠していられない。私は次男夫婦との同居生活にまつわる悩みや苦しみを洗いざらい打ち明けました。家事の負担の偏り、支払われない生活費、嫁の暴言。話を聞いたハルトとみずほさんは猛烈に怒りました。そんなの寄生虫もいいところだ。すぐに追い出そう。待ってろ。俺がユウトに電話して話をつけてやるから。でも待ってハルト。お母さんの立場を考えようよ。
私たちがいきなり首を突っ込むのは良くないと思う。向こうに帰った時、お母さんが孤立しちゃう。そんなことにならないように、穏便に話を進めようよ。ありがとう、みずほさん。みずほさんみたいな気遣いのできる人がそばにいてくれて、ハルトは幸せ者だわ。長男夫婦にこれ以上の心配をかけないためにも、やはり次男夫婦との同居は解消しなければならない。ユウトとアイナさんと3人で話をしよう。そして心身の健康を取り戻そう。私はそう強く心に誓いました。滞在期間中、長男夫婦は私につきっきりで、あれこれお世話をして心身ともにリラックスさせてくれました。観光地を巡り、買い物をして美味しいものを食べて、おかげさまで私はとても気分よく帰国できたのでした。数日間の旅行を終えて自宅マンションに帰り着くと、部屋の中はどこも大変なありさまになっていました。シンクの中には洗い物がたまり、残飯の匂いが辺りに漂っています。脱いだ衣類も散らかり放題。床は食べこぼしやほこりだらけ。空気はこもっていて胸が悪くなるほど、掃除も換気もした形跡はありません。言葉も出ない私にソファーにだらりと寝そべっていたアイナさんが気づき、ああおかえりなさいと言いました。家となら買い出しですよ。ぼんやりしてないで、さっさと溜まった家事を片付けたらどうですか？どうですかって、アイナさん何も感じないの？自分で片付けようとか掃除しようとか思わないの？いや、だからこの前も言ったじゃないですか。私は家事をしないという条件で同居してるんです。理解しました？理解したならほら、年金暮らしの猛録ババアはさっさと人の役に立ってくださいよ。いい加減にしなさい。私が怒鳴るのと、玄関が開いてコンビニの袋を掲げたユウトが入ってくるのはほとんど同時でした。人が黙っていればボケ防止だの猛録ババアだの言いたい放題。失礼にも程がある。許せません。あなたのような人と一緒になんか暮らせないわ。今すぐ荷物をまとめてこの部屋から出て行って。よかった。私も同居生活とか初めからずっと嫌だったんで、そう言ってもらえて嬉しいです。それもこれもあんたの息子の稼ぎが悪いのが元凶なんですからね。よく覚えといてくださいよ。荷物をまとめるつもりなのでしょう。アイナさんは捨て台詞を吐いて自分の部屋に戻っていきました。呆然としていたユウトが我に返った様子で私に謝ってきました。けれどすべてはもう手遅れです。最後のお願いとユウトが泣いて頼むので、私は二人がここを出た後に住む部屋だけは手配してあげました。次男夫婦をタワーマンションの一室に押し込めて、私は気ままな一人暮らしに戻ることができました。情けない息子と不届きな嫁の世話をしなくて済む。それだけで私の心はすがすがしさでいっぱいになりました。ところがです。数日後、よりにもよってアイナさんが私のことを自分たちの部屋まで呼びつけたのです。まだ入居して間もないはずの部屋は、脱いだ衣服や手つかずの洗い物のせいですっかり汚れていました。アイナさんは私が訪ねてもソファーから動こうともせず、ほら見てと言わんばかりに部屋の様子を示して、早く掃除してもらえます？今お腹にユウトの子がいるんですよ。元気な孫産んでほしいですよね。相変わらずの高圧的な態度、横柄で傲慢で、ハルトの奥さんのみずほさんとは比べ物にならないダメ嫁です。少しくらいなら手伝ってもいいけれど、あまり甘えていると自分のためにならないと思うわよ。ああ、もうごちゃごちゃ言わないでくれます？言うことを聞かないと承知しませんからね。こうしましょう。私の許可なしで夫と孫に会うの禁止。どうですか？それが嫌ならさっさと。はいはい。じゃあもういっそ縁を切りましょう。このマンションからも早く退去してくださいね。はあ？どうしてあんたにユウトと私が借りてる部屋のことまで指図されなきゃいけないのよ。この部屋を貸したのが私だからですが、何か？ユウトからは何も教えてもらっていないみたいね。お母さんがここのオーナー？
夫が私たち家族に残してくれた不動産は都内にタワーマンションが3棟。ここはその中の1棟です。事実を知ったダメ嫁はみるみる青ざめていきました。優斗からは本当に何も聞かされてなかったようです。お母さんは年金暮らしの普通の60代だって優斗は言ってて、それで私それを信じて。見えっ張りなあの子には年取った母親の方が自分よりも多く稼いでいるなんて言えなかったのね。私はマンション経営でかなり儲けさせてもらっていますよ。自分たちのためにも稼いでおかないとね。そうですよね。さすがお母さん、素敵です。将来を見据えた資産運用、一生ついていきません。もう遅い。あなたとは絶縁すると言ったはずよ。その後、出かけていた優斗が戻ってきました。嫁が私を呼び出して怒らせたと知ると大慌て。アイナさんと一緒になって私に土下座してきました。けれど、私には許しを与えるつもりなんてありません。アイナさんとの絶縁はもう決まったことよ。優斗はどうするの？嫁さんを取って私との縁を切る？専業主婦のくせに家事さえしない。それどころか姑を呼び出してこき使おうとするような嫁さんを。俺はアイナとは離婚する。本当はずっと嫌だった。もうアイナの尻に敷かれたくない。はあ？ちょっと優斗。初めての彼女であり、結婚相手であるアイナに愛想を尽かされたくない。優斗はそう思っていたそうです。けれど、ちやほやされる立場にあぐらをかいたアイナは、手がつけられないほど傲慢になり、今や女王様気取り。それでも優柔不断な優斗は生活の変化を恐れて、アイナに従う暮らしから抜け出せずにいたのだとか。だけど、もう嫌だ。母さんとの縁を切ってまで一緒にいたいなんて、とてもじゃないけれど思えないよ。この無責任男、お腹の子はどうするの？それ、本当に俺の子供？俺、気づいてたからね。アイナが俺に隠れて元彼と会ってること。証拠もあるよ。写真も、音声も。DNA 鑑定をして本当に自分の子供だと分かったら離婚はしない。優斗ははっきりとそう宣言しました。さっきよりもっと青ざめたアイナさんの顔を見る限り、私には優斗の離婚は確実のように思われました。DNA 鑑定の結果、大方の予想通り、アイナさんのお腹の子と優斗の間に血縁関係はありませんでした。アイナさんの不貞行為は確実となり、二人は離婚。優斗はアイナさんと浮気相手に慰謝料を請求しました。アイナさんには私が受けた精神的苦痛の分も上乗せして請求したいと思いましたが、少し考えてやめました。彼女がシングルマザーとしてこれから大いに苦労をするだろうということは目に見えていたからです。ほんの一時のことであり、また義理だったとはいえ、母と娘の関係だった私からの最後の選別でした。その後、アイナさんは子供ができたことを理由に元彼にも捨てられ、借金を抱えて路頭に迷いました。結局、子供は施設に預けるほかなかったようです。私にも優斗にも見放され、途方に暮れたアイナさん。何度かお金の無心にも来ましたが、突き放しました。哀れな彼女がそれからどうしたかはわかりません。私はというと、今も悠々自適の一人暮らし。絶縁騒動の顛末を話すと、長男夫婦も大いに喜んでくれました。そんな長男夫婦には先日、ようやく子供ができたとか。この手に初孫を抱く日が今からとても楽しみです。残る心配事といえば、次男、優斗のこと。もう二度とあんなひどい女には引っかかってほしくありません。今度、信頼できる人に頼んで、誰か紹介してもらって、お見合いでもセッティングしてみようかと思います。